こんにちは。ひろこパンのひろこです。冬といえば温まるお料理として、もちろんお鍋がまず思いつくんですけど、やっぱりおでんですよね。みずみずしい大根が届いたのでおでんを作ろうと思うんですけど、今日はね、実は全部これです。トマトを使ったトマトおでんにしたいと思います。ベースはいつも多分皆さん知ってると思うんですけど、あれじゃないですか、無水おでん、水を使わないおでんを作って、で具材の一つとしてこのなんとトマトを入れるトマトおでんを今日は紹介したいと思います。お楽しみに。今日の材料です。卵、トマト、こんにゃく、そして練り物は好みなんですが、今日はちくわと、これちょっとお肉練り込んであるやつなんですけど、そして厚揚げです。さらに大根、白菜、そして白だしです。はい、では早速作っていきます。まずは、お鍋なんですけど、ウォック、今日ウォック使います。ただウォックじゃなくて全然いいので、6リットルのシチューパンとか4リットルでもいいし、人数が少ない場合だったらソースパンでも全然いけると思います。はい、臨機応変にお持ちのお鍋で、そしてまず今日無水なんで、ここに白菜ざっくり切った白菜が大量にここにあるんだけど、今日は白菜が2分の1弱ぐらいかな。2分の1もないかな。白菜のサイズにもよるんですけど、はい。でここから水分が出てくるから、すごいこれのトロットロになった白菜がめちゃくちゃ美味しいですよね。ギュッギュッギュッってギュッギュッとしときます。ギュッギュッ。はい、大根なんですけど、大根はここちょっと、これ今2センチぐらいに切ったんだけど、ちょっとここバンバンって少し切りました。味染み込みやすいように。そしてピーラーで少し面取りもしてみました。はい、で入れますね。で大根もこんなたくさんいらないかもしれんけど、私大根一番好きなんで、大根あと私の地域で源助大根って言って、なんかこうボテッとした大根なんですけど、みずみずしくてめっちゃ美味しい大根が届いたんで、ちょっと使いたくて。はい。でそしてあと大根じゃなかった、こんにゃく。はい、こんにゃくもちょっとこうやって三角で切りました。よこんにゃくも一応私こうやって切り込み入れて味染み込みやすいようにしてあります。でもあってもなくてもいいかも。はい、でこれちょっと白菜がもこってして邪魔やけども、お察しの通りシューンってなってくんで大丈夫です。はい。で、なんだちくわとか、あとこういう厚揚げみたいなものちょっと入れたりして、はい、じゃん。そしてで、卵はゆで卵にしときます。ちょっと1個私爆発しちゃった、これすいません。このままちょっとこっそり入れて、はい、卵もちょっとご家族の数によってたくさんしてもらってもいいし。でここになんと調味料はこれです。白だし入れますね。白だしをちょっと溢れた1カップ1杯分。はい、味付け以上です。今日はもう白だしおでんにしようと思います。後でトマトも入るけど、で今とりあえずトマトを抜いた、材料プラス白だしを入れて、はい、じゃあ火にかけます。はい、8で最初スタートしていきます。はい、8で強火で火にかけてました。でこうやってカタカタって蒸気が上がって沸騰してるので、で3に下げて、目安が20分から25分。でも今日ちょっと大根たくさん入れたんで、多分30分ぐらい煮込んだ方がいいかなと思うけど、一旦20分で、はい、ターマーをかけたいと思います。はい、じゃあおでんを煮込んでる間に、トマトの準備します。はい、でトマトなんだけど、ちょっとヘタを取ってあります。でお湯沸かして、湯むきしていきます。30秒ぐらいこうやってお湯の中に入れておけばいいかな。
はい、で大体30秒ぐらい経てば、私ここ今ヘタ取ってあるから、ほらちょっと亀裂が入ってくるんで、これで冷たいお水の中に入れて皮を剥いておきます。そして、トマト入れるタイミングは大根じゃないわ、おでんが大体ほぼあとどうかな、もうちょっと煮込みたいって、あと5分ぐらいの時にトマトを入れて、でトマトは5分ぐらい煮込めばいいので、はい、とりあえず準備として、湯むきしておきます。そうペロンってむけるやろ。あ、そう綺麗にこうやってむいて、こうやって、はい、むけました。顔出てないか。はい、今だいたい20分経ったので、ちょっと蓋を開けてみました。で大根を今ちょっとひっくり返して、でもこれすごくないですか？水分もこんな感じで、白菜から出てくる水分と白だしだけでたっぷり水分が上がってきてます。やっぱり大根も今日大きく切ってるし、しかもたくさん1本分ぐらい入れたんで、で今ちょっと大根ひっくり返して、でもうちょっと煮込んでいきます。はい、じゃあね、20分煮込んで、でさっきちょっと様子見て開けて大根をひっくり返しました。であとこの煮込み具合本当お好みなんで、お好みでもあるし、あと大根の量とかお野菜の量にもよるので、加減してください。でも大根がね、今さっきチェックしたらもうちょいって感じだったので、そのタイミングでじゃん、さっきの湯むきした、トマトを入れます。あんまり急いで早く入れちゃうとトマトぐちゃぐちゃになっちゃうんで、はい、で少しこう汁をかけてあげながら茹でていきます。ちょっとここ上にいろいろ乗せたりしたりもしてるんですけど、よいしょ。私はちょっとここ間開けたりしてここにトマト少し忍ばせて、はい、大体もうこういうのってもう OK じゃないですか。 OK なやつを下からこうほじくり出して使ってねっつって、使ってください。お風呂に浸かるようにトマトをこうやってつけて、はい。で生でも食べれるんでね、トマトはね。でも火加えるとまたさらに旨味が増すし、トマトってすごいいい出汁が出ますよね。トマトイタリアでこう出汁に使ったりしてるくらいなんで、このおでんにとってもいい味になると思います。で一緒に5分この後煮込んで、それで完成です。5分。はい、タイマーが鳴ったので開けてみたいと思います。せーの、じゃーん、オープン。すごいいい感じ。ほらトマトも入って、これもっとたくさんトマト入れてくださいね。今日ちょっと3つしか入ってないけど、お好みで入れてください。いやー、食べるの楽しみ。温まりたいと思いますはい、トマトおでんが出来上がりました。なんとトマト丸ごとっていうことで、ちょっと食べたいと思います。いただきます。トマトのなんかこううまみというか、おだし、トマト自身もおだしが出るし、トマト食べます。美味しいです。大根いきます。大根、これ大根染み込んでる。美味しい。今日は見ていただいたように白だししか入ってないんですよ。本当に。いや、白だしだけなんだけど、もう野菜の甘みとか旨みがもう凝縮、お水入れない分
凝縮されてて、で直接白だしも入ってくんで、お野菜にも一晩寝かしたぐらいな感じの味が染み込むんですよやったことある方はそうそうって思うと思うんですけど、だから無水おでんとか、無水でこのステンレス鍋持ってる人って無水で例えば肉じゃがとか煮物とかも結構いろいろ作ると思うんですけど、カレーとかもそうだけど一晩寝かすと美味しいっていうような料理が本当に直後から美味しいっていうのは最高だなって改めて思います本当にこれ一晩寝かした感じになりましたよはい、ということで、好みの味にもちろんしてください。私もね、醤油とかみりんとか入れる時もあるし、今日はめちゃくちゃ一番簡単なやり方と思って白だしだけしか入れないようにしたけど、もう本当に私のこのひろこパンの動画でもう白だしの登場率もう激しいですよね白だしばっか使ってるんですけど、本当に美味しいから白だしの無水おでんで今日はさらにトマト入りトマトおでんをぜひ作ってみてほしいなって思います。トマトめっちゃ美味しいですよなんかね、トマトの酸味なんていうかな、イメージするならちょっとポトフ風っていうかとにかく作ってみてください食べてみてほしいので今日はチョイスしたし、ほら煮物ってすごく体に優しくてヘルシーでいいけどちょっと色味が足りないじゃないですかはいで卵でちょっと黄色いのもあったり、そして赤いトマトがあるともっとなんか元気な感じ、寒い冬を乗り切ろうって感じになると思うので、もう私の地域はもうすごいですよ今雪がなのでおでんを食べてちょっと乗り切りたいと思います。はい、雪すかしの雪かきの疲れた体にしみる今日は夕飯にしたいと思いますので、はい、ということでこういったお料理定番のものからいろいろ私がこれいいなと思ったものを動画にしてひろこパン流してますので、見逃したくない方はぜひチャンネル登録をしてご覧になってください。そしてひろこパンは TikTok、Twitter、Instagram とやってます。ショート動画とかいろいろ使い分けてもらえればなと思います。インスタグラムでひろこパンなんか配信されたんだなとかってこう見てもらって YouTube 見てもらってもいいし、なんかいろいろと使ってもらえたらなと思って配信してるので、ぜひそちらも概要欄の方見てやっていただけたらなと思います。いつも見ていただいてありがとうございます。また次の動画で会いましょう。